はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。今日は竹笠です。網代笠なんていう呼び方をされることもあるんですけれど、どうですこの細かい網目。すごいでしょ？ぎっしりと編み込まれた竹の網代笠なんですけれど、これどうしてこういったものを作ろうかなと思ったかと言いますと、じゃじゃん！こういったものがあるんです。これね、よく皆さん釣り具屋さんなんかで見かけることもあるんじゃないかなと思うんです。僕たちの暮らすこの四国、高知では、よくお遍路さんがね、88箇所を回られてる皆さんがこの傘をかぶって歩かれてるんです。同じようにどうでしょう？編み込み自体は細かいし、見た目はね、もしかしたら皆さんあんまり遜色なく思われるかもしれませんが、こういった網代傘は輸入品なんです。やっぱりその輸入品なんでね、この音聞こえますか？こういったね、ウレタン塗装で仕上げてますので、こういった音がしたりとかですね。被った感じもね、やっぱちょっとチープな感じ。例えば、これ農作業だとか釣りだとか、でもさっき言ったようにお遍路さんとか、いろんな使い方をされる方がたくさんおられますので、それなりに破れてもいいよ。使い捨て感覚で使われるには全然問題ないと思うんですが、ちょっと危機感を持ったのは、実はこの傘を見て、国産だとか、さすが日本製の傘細かいねといったようなことをですね、言われることが実は何度かありまして、これの傘もね、国産の本物の傘のように、こちら網代編みで、裏面にはちゃんとした六つ目編みの記号が見た目は同じように入ってますので、やっぱ知らない方がご覧になられたら、いやー、さすが日本製だね、職人の技だね、というようなことを何度か耳にすることがあり、こういった輸入のものを日本の匠の技というふうに思われるのはやっぱりどうかなとずっと思った。そんなふうに思われるのは、皆さんが本物の傘をご覧になったことがないからだと思うんです。ということで今回ね、本物の傘作ることにしました。なんとね、見比べてもらうと、この五徳なんかもね、ちゃんとこうついてます。で、一応これ籐でね、仕上げられてます。でも本物の傘と比べると全く違うっていうのをちょっと後でご覧いただきたいなというふうに思うんですが、今回ね、復活に役立った傘があります。こちら。じゃじゃん。これね、知り合いの職人さんからいただいた傘で、正真正銘の国産の傘なので、ずっと愛用しました。先端がやっぱ一番壊れやすいんで、壊れてしまうんです。これなんでこんなにすぐ壊れるか。置くときにね、こうは置かないんですよ。なんでかっていうと、片手でこう取りにくいでしょ。両方でこうすれば取れますよ。で、やっぱり人っていうのはやっぱりね、こう置くと取りにくいんで、どうしてもね、こう置くんですよ。こう置く。で、こう置いてるうちにやっぱりここが当たるので、このトップが一番壊れやすいんですけれど、この傘もよくできてるでしょ？細かい編み込みで、裏はね、しっかり六つ目編み。特徴的なのはこれ。五徳も竹を平たくして、平たい五徳なんです。で、これ何がいいかというとね、割とこの竹のこの幅があるんで、被った時にこの五徳が結構安定するんです。で、今回、本物の網代傘、竹傘を復刻するにあたり、この傘をモデルに、さらにですね、竹ひごの取り方から、それから製法から、細かいところまでこだわって、本物の日本の竹の網代傘を復刻しました。で、復刻するにあたり、じゃじゃんと。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか？やぶさめ傘ですね。このやぶさめ傘を復刻していただいた職人さんがいるんです。これもね、昔のですね、一貫張りの職人さんのところに1個だけ残されていたやぶさめ傘を元にしてですね、現代の名工とも言える熟練の職人さんが全く同じように復刻したやぶさめ傘です。このやぶさめ傘を復刻している職人にお願いしてですね、なんとかこの網代傘もできないかな。で、この職人さんはね、このやぶさめ傘の他にも、ガガーン、どうですこれ。これね、僕が作ってほしくて作ってもらった托発傘です。托発傘って言われても分かんない方、こうやって見れば分かります。じゃじゃん。ね、どうです？よくこうやってお坊さんがね、こう歩いてきて、くせ者とかってこう、時代劇とかでよくあるでしょ？前後ろあってね、なかなかよくできてる。柿渋を何度も塗り固めて、仕上げてるんですけどね。こういった本物の昔ながらの網代傘を復刻する職人さん。この方にお願いして今回も竹の網代傘、なんとか復刻することができました。復刻できたのがこれです。じゃじゃん。まずね、注目していただきたいところはね、見えますかねこれ。これね、マサの竹ひごって言って、普通の竹ひごは平らに取っていくんだけど、これはね、縦に竹ひご取ってるんですよ。で、縦に竹ひごを取ってるので、何がいいかっていうと、
もう全てのひごに竹の一番強い竹表皮部分が全部入ってかぶった時に強くてしかも軽い竹ひごになっていることです。さらにもっと言うとですね、これと見比べるとよくわかるんです。これね、ここなんかちょっとね、これ全部ね、竹の節の部分です。で節の部分が入るので、どうしてもちょっとした凹凸のようなものができてしまうんですが、マサの竹ひごでやると、もうフラットな竹ひごになる。だからね、こうやって見たときに、凹凸も全くない、均一化された、綺麗な仕上がりになってるんです。これがすごいところですね。縁も見てください。もともと復刻したやつ、竹のひごを並べて、で、籐でかかってますよね。ところが、今回のこだわってですね、竹ひごで全部編み込んである。こんな編み込みするんですよ。裏を見てください。竹ひごかーっとこう編み込んで、縁もしっかり作っている。もちろんこの裏側にはですね、しっかりした結目を入れ込んでます。普通に取った竹ひごってのはこういった風に節が残るんです。で、特筆すべきはですね、五徳ですよ。五徳見てください。まん丸じゃないんですよ。ちょっと楕円形になってますでしょ。その頭の形に合わそうと思うと、五徳っていうのはやっぱりそのまん丸じゃなく、ちょっと楕円形になるんですよね。そういったとこまで考えて、楕円形の形にしている。で、籐でしっかり巻かれてます。ここも籐ですよ。このくねーっとこう曲がってるでしょ。この骨部分。これも籐です。一つ一つ職人が丁寧に仕上げました。で、ここの一番傷みやすいってさっきご説明したこの傘のトップ部分。ここにもね、籐でかかってしっかり補強されている。いくら置いても大丈夫。まさにこだわり。本物中の本物の竹傘です。素地の色はこんな色です。この素地の色に柿渋を5回上塗りして、こういった色合いに仕上げています。裏面もそうです。仕上げた後、柿渋を何度も塗って、こういった色合いが、こういった色合いに変わると。でね、この塔のこの骨部分、実はここにもね、職人こだわりですよ。ここにまで全部柿渋を塗ってます。でですね、柿渋をもしご存知の方がおられたら、柿渋塗ってるのか。独特の匂いがちょっともしかして匂うんじゃないかな、嫌だなと思われる方がもしかしておられるかもしれません。ご安心ください。柿渋ではね、最近無臭の、あまりその匂いのないタイプの柿渋があります。今回はですね、特にこう頭にこう被るもんですから、匂いの少ない柿渋を使って仕上げております。で、匂いもね、全くしない、そういった形の仕上げです。で、今回ですね、この本物の昔ながらの竹傘、竹の網代傘を復刻しました。やっぱりね、こうしてね、本物の傘を持つと、なんかこう、心もちょっとピシッとこう引き締まるっていうかね、本物ならではのこの風格を被るっていう感じでね、気持ちもね、上がるっていうかね、このあゆ釣りなんかのね、太鼓部がザーッと並ぶその中で、ほとんど被ってるのが、まあ国産じゃない。そんな中で、こういった本物のこだわり抜いた竹傘、被ってる方がいると嬉しいなって思ってます。ノーバンブー。ノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。